今日はのり塩唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はのり塩唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、のり塩味の唐揚げを作っていくんですけれども、唐揚げを柔らかジューシーに仕上げるコツや、あとは簡単にサクサクに仕上げる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに鶏肉と味付け調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、マヨネーズ、お醤油、おろしにんにく、おろし生姜、鶏ガラスープの素、お酒、お砂糖、こちらの材料を使っていきます。まず鶏もも肉なんですが、こちら1枚で約 300g の鶏もも肉を使っていきます。こちらのグラム数は目安にしてみてください。そして味付けのポイントです。今回はマヨネーズで漬け込んでいきます。マヨネーズで漬け込んでいただくととても柔らかジューシーな唐揚げに仕上がります。そしてもう一つ味のポイントがお砂糖です。こちらをですね、鶏もも肉に揉み込むととてもコクのある仕上がりになります。そして衣の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、片栗粉、青のり、塩、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということで今回はですね、のり塩味ということで、青のりと塩を衣に入れていきたいと思います。青のりの代わりに青さでも OK です。青のりの方がね、香りが立つのでおすすめは青のりです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず一番初めに鶏肉の下処理をしてください。鶏肉の余分な皮とか脂、そして筋などを取り除きます。こちらはね、気になる部分だけ取ってください。特にですね、黄色みのある脂とかは臭みの原因になりますので、必ず取り除くようにしてください。はい、これで OK です。そうしましたらお肉を一口大の大きさに切っていきます。ここで切り方のポイントなんですが、このもも肉はですね、肉々しい部分と、あとはちょっとつぼまってる方が筋々しいお肉になります。なのでそれぞれ分けて切っていきたいと思います。そうすることで歯切れが良くなってとても食べやすくなります。ではね、まずここの真ん中ぐらいですね、ここから切り離します。はい、このように2つに分けてください。あとはですね、こちらを食べやすい大きさに切っていきます。切りやすい切り方で OK です。少しね、揚げると縮むので、少しね、大きめのサイズに切りたいと思います。はい、このように切り分けてください。そうしましたらですね、まずこの状態で先ほども言ったんですが、お砂糖を揉み込んでいきます。そうすることでお肉にお砂糖のコクがしっかりと入り込んで美味しい仕上がりになります。じゃあね、パラパラパラっとやって揉み込みましょう。全体を揉み込みます。ちょっとね、お肉がツヤツヤしてくるまで揉み込んでください。はい、OK です。今ね、ちょっとツヤツヤっとしたの分かりますかね。このぐらいになるまでだいたい30秒から1分ぐらいですね、しっかりと揉み込んでください。それでは続いてジップ袋を用意してください。こちらはポリ袋でも OK です。これをボウルなどにはめ込みましょう。そしてまずお肉を入れます。お肉を入れたらここにお酒。ちなみにこのお酒なんですが、日本酒を使ってます。こちらはですね、塩分のないお酒を使うようにしてください。料理酒だと塩分が入ってますので、ちょっとね、しょっぱい仕上がりになってしまいます。ちなみにこのお酒はですね、お肉の臭み取りだったりとか、あとはお肉を柔らかくする効果があります。そうしましたら続いてここにおろしにんにく、そしておろし生姜、鶏ガラスープの素、そしてマヨネーズ、そしてお醤油を加えます。こちら全部入れたらボウルから取り出して、あとは全体を揉み込んでいきます。まんべんなく行き渡るように揉み込んでください。はい、このように均一になるようにしっかりと揉み込みましょう。そしたら空気を抜いて、そして口を閉じます。口を閉じたらバットに乗せて、このまま冷蔵庫で15分漬け込みます。それではお肉を漬け込んでいる間に衣を作っていきます。まず器に薄力粉、そして片栗粉。ちなみにですね、薄力粉と片栗粉は1対1で作っていきます。そしてここに青のり、そして塩を加えます。これをよく混ぜましょう。このようにしっかり混ざれば OK です。
はい、15分経ちました。それではね、衣をまぶしていきます。お肉を取り出して、ちょっとね、水分があったら水分は切ってください。そして衣の中に入れてしっかりとまぶしてください。はい、このようにまんべんなくまぶしましょう。それではね、残りも同じようにまぶしていきます。はい、まぶし終わりました。こんな感じでしっかりめにまぶしてください。それでは揚げていきます。まずフライパンの底から 1.5 センチほどの油を注ぎ入れてください。結構ね、油をたくさん使った方がカラッとしやすくなるので、ちょっと多めの油でね、揚げていただくといいかなと思います。なので油の節約をしたい場合は、少しちっちゃめのね、小鍋などで揚げていただくといいかなと思います。それでは火にかけます。まずですね、こちらの油を170度ぐらいまで温めてください。はい、適温になりました。目安としてはですね、菜箸を入れた時に菜箸の先からじゅわじゅわじゅわっと細かい泡が出るぐらいです。そのくらいになれば OK です。そしたらですね、こちら唐揚げを揚げていきます。やけどしないようにね、注意してください。あとね、揚げる時なんですが、皮を少し広げて揚げていきましょう。こんな感じね、広げて揚げていきます。はい、そしてこのままですね、カラッとするまで揚げていきます。お肉を入れると少しね、油の温度が下がるので、火加減は調整しながら揚げてください。だいたい170度ぐらいをキープしながら揚げましょう。ここでね、あんまり動かしてしまうと衣が剥がれたりしてしまいますので、あんまり動かさずにね、揚げていきます。唐揚げを揚げてる時はね、油跳ねには十分に注意して揚げるようにしてください。はい、で今ね、ちょうど揚げ始めてから3分ほど経ちました。そしたら裏返します。少しね、揚げ色がついてる状態です。こうやってひっくり返すとちょっと油跳ねしやすくなるので、やけどに注意してください。このままですね、また動かさずに揚げていきます。はい、今揚げ始めて約5分ほど経ちました。そしたらですね、唐揚げ1つずつ一度ね、このように空気に触れさせてください。そしてまた油の中に戻します。そうするとこれだけで2度揚げの効果が得られるので、1回揚げただけでもカリッとした仕上がりにすることができます。この時もね、油跳ねには十分に注意してください。はい、今ね、揚げ始めてから6分経ちました。そしたら火を止めます。そしていい揚げ色になったものから取り出してください。取り出す時もやけどには注意してください。はい、全部揚げ終わりました。このように衣がカリカリっとした仕上がりになってます。それではですね、このまま3分ほど油を切って、最後ですね、この余熱でも火入れしていきます。きちんとね、揚がってるかどうか心配な場合は、一つ包丁で切ってね、中身をチェックしていただくといいかなと思います。油を切ってる最中に余熱でも火が通るので、だいたい6分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。はい、これで海苔塩唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。衣はこのようにカリッカリに仕上がってます。そして中のお肉もとてもジューシーで柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。衣がサクサクでお肉がすっごく柔らかいです。そして青のりの香りが広がってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の海苔塩唐揚げのポイントです。まずお肉なんですが、余分な筋、脂、そして皮を取り除いてください。その後ですね、一口大の大きさに切るんですけれども、切り方としては肉々しい部分と筋っぽい部分のお肉を分けて、それぞれ切っていただくと歯切れが良くなって食べやすくなります。ぜひね、この切り方で作ってみてください。そして切り終わったら、まず最初にお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお肉にお砂糖のコクがしっかりと入ってくれます。こちらはですね、他の調味料と一緒に入れてしまうとコクが薄まってしまいますので、必ず一番初めに揉み込むようにしてください。そして今回はですね、マヨネーズで漬け込みました。マヨネーズで漬け込むことでお肉が柔らかジューシーな仕上がりになります。漬け込み時間はたったの15分なんですが、それでもね、すごく柔らかくなるので、ぜひね、マヨネーズをしっかり揉み込んで漬け込んでください。この漬け込み時間なんですけれども、30分以上漬け込んでしまうと結構味が濃くなってしまいますの
ので、目安は15分、長くても30分以内にしていただけたらと思います。そして漬け込みが終わったら、その後は衣をつけます。今回海苔塩唐揚げということで、衣に青のりと塩を加えました。青のりを加えていただくと、とても香り高い美味しい唐揚げに仕上がります。もし青のりがない場合は青さでも大丈夫なんですが、青のりの方が香り高くて美味しいので、ぜひ青のりを使って作ってみてください。そして漬け込み終わったら、衣をしっかりめにまぶしてください。ここでね、漬けが甘いとサクサクっとした状態に上がらないので、結構たっぷりめにしっかり漬けるようにしてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時の温度なんですが、だいたい170度ぐらいをキープしながら揚げるようにしてください。お肉を入れると少し油の温度が下がるので、火加減は調整しながら作っていただけたらと思います。そして揚げてる最中なんですが、お肉を動かしすぎると油跳ねの原因になったりとか、あとは衣が剥がれてしまったりとか、油が汚れやすくなってしまいます。なのでお肉を加えたら最初3分そのまま動かさずに揚げてください。そして3分経ったら裏返して、今度は2分揚げて、トータルで5分ほど経ったら一度箸でお肉を持ち上げて空気に触れさせてください。そうすることで2度揚げの効果が得られます。なので一旦取り出して2度揚げする必要がないので手軽にできると思います。ただですね、この時油跳ねには十分に注意して行うようにしてください。そして揚げ時間なんですが、今回私はトータルで6分揚げてます。こちらの揚げ時間に関しましては、お肉の厚み、大きさによっても変わってくるので目安にしていただけたらと思います。もし心配な場合は1つ取り出して包丁で切ってチェックしていただくといいかなと思います。油の量に関しましてはたっぷりめでやっていただくとよりサクッと揚がりやすくなります。大きめのフライパンだとたくさん使うので、小さめのお鍋などを使っていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は海苔塩唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。